はい、どうもゆうです。今回はですね、おすすめカスタムと、あとですね、今回に関しては試合、1試合通して、解説していきたいなと思ってますので、よければ最後まで見ていただければと思います。で、ちょっと同じフォーメーションばっかりになっててですね、423とか442とか4411とか、ちょっと違いを出したいなっていうところで、今回、433を使いました。で、433も何度も試してきたんですけど、普通に使っても、あれだなっていうところで、今回ちょっと癖のあるカスタムにしてるんで、よければ最後まで見てくださいということで、ビルドアップスタイルカウンターとしております。守備的なアプローチが積極的で、選手の役割としては、後ろからですね、ゴールキーパーディフェンス、ディフェンダーディフェンスの、右側をウィングバックにしております。これに関しては、ここ最近の動画でもずっとお話してたように、サイドバックでほとんどやって、理由としては、やっぱり相手の433が多いんで、それで、サイド使われる可能性高いんで、できるだけサイドバックでやってたんですけど、ちょっと攻撃的に行きたいということで、今回ウィングバックにしております。で、左をわざとホルスバックですね、にしてて、形で言うとこんな形になるんですけど、これがですね、結構いい感じになったんで、後ほどの試合で見てもらえたらと思います。で、フリット、プレイメーカー、プラということで、右をプレイメーカー、両サイドプレイメーカーやったんですけど、あまりにも前々行きすぎてと、出しどころがなくなるということがあったんで、片側ボックスにしております。で、ディフェンスをレジスタプラプラですね。これに関してはジダも無料ですし、右をマラドーナですし、これも両方無料で作れてますし、真ん中に関してはエボで作った、選手になっております。で、左は正直ベイルでもいいのかなっていうところですね。で、両サイドはインサイドフォワードのローミング、真ん中がアドバンスフォワードのオフェンスとなっております。で、できるだけ攻守できる選手を両方ここ置いてたりとか、真ん中は的確もさせるような、あとはできるだけインターセプトプラス持ちを選んでるって感じです。ここも今は的確プラスを自分はテーブルにつけてるんで、真ん中に入ってきた時にここにさせるっていう風にしております。で、あとフリットが結構上がった時に、右サイドの出しどころがなくなるということで、マイコにちょっと高めの位置を取ってもらうという意味で、ウィングバックにしております。これも、囲い棒でいいやつであったりとか、例えば、手をウィングバックにして、こっちを、ホドスバックにするのもありなので、これはどちらでもいいかなって感じです。もしする場合は、真ん中の中盤をプレイメーカーとボックス2ボックス入れ替えていただければいいんじゃないかなと思っております。ということで、試合見ていけたらなと思います。せっかくなので、はい。じゃあですね、はい、こちらで、見ていきますということで、めちゃくちゃ攻撃的なんで、守備ですね。結構難しさはあるかなと思います。でもただ今みたいにウィングバックプラプラであれば、マイコンが今めっちゃ下がってきたと思うんですけど、5枚で守ることできるんで、ここに関しては問題ないかなって感じです。で、このサイドに持った時はチープで入れたいということをしたりしております。ここでね、2枚目で取ると。で、カウンターがやっぱ強いんで、縦にフリット当てて、ここに当てて、カウンターなのでめっちゃ上がってくるんですよね。だからロストは本当に気をつけないと、ピンチになるという風になっております。今のもボランチわざと上げてたんで、そこのスペース使おうとしたんですけど、捉えてしまったって感じですね。ここもできるだけ早く前に持っていくと。もうこの、めっちゃ上がっていってると思うんですけど、マイコンが今上がって、今のもウィングバックにしていることによって位置が高くいてくれてるんで、そこをついたって感じですね。で、1点ってなっております。これが、マイコンをウィングバックにしている理由ですね。トリガーランを都度自分も結構入れるんですけど、それでも思った位置より低めに言いすぎて、上がってくるまで時間かかるっていうこともあるんで、カウンター設定だから結構勢いよく上がってはくれるんですけど、そういう意味も込みで、できるだけ前に持ってきてほしいんで、ウィングバックで高めにしてるって感じです。でもこれに関してはめちゃくちゃ気をつけないといけないことは、ウィングバックプラですね。一つ持ちとか無印は絶対やめてください。マジで戻ってこないというか、戻ってくるスピード遅すぎるんで、そこは注意かなって感じです。ここも今のマイコンが高めの位置にいるんで、出せるって感じになっております。はい。今のももうほぼ得点に等しいぐらいの崩しができたんじゃないかなと思います。で、インサイドフォワード、前線がインサイドフォワードで、絞ってきてくれるんで、マイコンのスペースが使いやすいっていうところと、同じところのサイドが、プレイメーカーで、中盤も結構上がってくるんで、そこ3枚だけでも崩しやすいっていう感じですね。
で、もここもカウンターで、もう今見てもらってもわかるように、ね、マラドーナ、相手と枚数がほぼ同数になるんで、マジでカウンターがめちゃくちゃ強いです、このフォーメーション。ただ、前だけ行くんじゃなくて、守備もしっかりしてるって感じですかね。今も上がるんですけど、結局、テオがホロスバックですで、ちょっと内絞ってたりしてて、4枚、最低4枚残ってますし、今マイコンの戻るスピード見てもらったらわかるんですけど、常に5枚はやっぱり確保できてると。で時間があれば、フリットとかジダンが帰ってくるんで、この辺ですね。で、カウンターの時にはまだフリットがちょっと高めの位置に取ってる。プレイメーカー側のサイドは取ってるんで、そこで、チャンスを作っていけると。で、中盤にできるだけ守備値高い選手やっぱ入れてる関係もあって、中盤ら辺でボール、ダッシュすることも結構できたりするのと、今のマイコンが、やっぱりウィングバックですね。これウィングバックプラプラだったら本当戻ってくるんで、ここも、フリットですね。中盤が上がったところのスペースに使えるという風になってます。で、ここも取られましたけど、今のはマイコンでわざと真ん中権威を切りに行ったって感じですね。で、時間かけて取ると。で、ここもね、4枚、相手も4枚しかいないのにこっちも4枚いるんで、すごいいいとこですね。ただ、その時じゃなくて、遅行になった時でも周りが上がってくるように枚数入れてるんで、これも強みではあるかなと思います。遅行もできるし、速攻もできる。主に速攻をメインにしててって感じかな。で、真ん中の選手は今これタリス使ってるんですけど、理由としては鋭いパスプラス持ってるんですよね。ここに関してはできるだけパス系持ってる選手を置いた方がいいと思います。で、55エボ来た関係でですね、鋭いパスとか、テキタカつくと思うんで、その辺を真ん中に置いておくのは十分ありかなと思います。個人技もある程度できてほしいんで、今回のこの大使に関しては、俊足プラスも持ってるんで、個人でも持っていけるし、パスも選択できるという選手をわざと選んでおります。で右サイド、どちらかのサイドはできるだけテクニカルとかで細かく動ける選手にして、片側はクロス選択も含めて、ちょっと重さもある選手を含めて、わざと、ロナウドを置いてるって感じです。今のシュートでもよかったかな。今みたいに中盤の選手が得点に絡むことが結構多いカスタムにはなってます。ので、カウンター、やっぱりこの守備、ちゃんと取れてるんで、この辺含めても本当に悪くないんですよね。で、これリビライで、大出さんもレート結構高い方だったので、950とか1000近い方ではいたので、十分その方とかにも通用したって感じにはなっております。で、結構高レート方にも、勝てたりしてたので、なかなかこの433カスタムを使ってる人ってごく一部だと思うんで、やっぱり戦い慣れてないっていうところもあるのかなと思います。今まで紹介してたカスタムっていうのは結構いろんな人が出してるカスタムではあるんで、あまり違いを出すのっていうのはね、ちょっと出しにくかったんですけど、今回に関しては結構出せてるんじゃないかなと思ってます。で、最近の中でも一番やってて、個人的にやってて面白いカスタムだなって感じてるんで、カウンター設定でいろいろやってきたんですけど、結局合わなくて戻すってことがほとんどだったんですけど、今回に関しては、それも悪くなかったかなって感じはしてるので、今のとか結構危なかったですけど、ここもですね、カウンターで、もうこれも同数ですね、4-4になって、ここね、シュートまでいけなかったけど、チャンスメイクが本当にしやすいかな感はあるかなと思います。で、後半ですね。で、もう一つ気をつけないといけないのは、マジでスタミナなくなるんで、そこだけは気をつけないといけないかなって感じはしてます。交代はマジで必須ですね。特にマイコンの上げてる側、容赦なしなかったら本当にスタミナ持たないので、容赦なしプラスはダウンフリーとかだったらあんまり気にしなくてもいいかもしれないですけど、本当にスタミナなくなるし、ディフェンスでもめちゃくちゃなくなるんで、交代は早めにした方がいいかなと思います。普段以上に早めにするのをお勧めしておきます。今のとかでも守備追いついてるんで、なんとかなるって感じですね。で、このテオですね。テオが今、ロドスバックなんで、今いい位置に下がってきてくれると。この低弾道パスも結構強いんで、ぜひ使ってほしいなと思います。今のみたいな、位置通せるのと、このテオがここにやっぱいるんで、
そこを経由できるのもでかいのかなと思います。このロストをした時は気をつけないといけないですけど、でここで的確で刺して感じですね。ちょっとこの辺攻めがうまくいってない感はありますけど、でもここもちゃんと守備返ってきてくれるんで、時間さえかけてしまえばって感じです、本当に。で、ここカウンターですね。特に相手がもしサイド上げてくる方とかであれば、なおさらカウンターはまるんで、ここも示談ですね。これが、このカスタムのいいところで、カウンターで縦当てて、示談、トリガー弾かけてるんですけど、ここのスペースちゃんと使えるっていうのも、この433の良さ。4213とまた違う感じですね。トップ下じゃなくて、両サイドハーフ、ちょっと低めなのでトリガー弾で、攻撃参加させやすいっていうところと、その辺もいいとこかなと思います。で、守備も、しっかり枚数ちゃんといるんで守れると。で、カウンター。ここも、これ今みたいな感じでできれば選手ロック使えるに越したことはないんですけど、前半みたいにほとんど使ってないくてもいけてるんで、今のとかは惜しいですね。曖昧までやってますけど、サイドからのクロス選択したりとか、今みたいに、プラスロで上げたりとかっていうことで、高さって意味で、ロナウド置いてるとこもあるんで、両方とも、もしその高さを別に使わないんだったら、普通に軽い選手とか、特に今とかだとバースデーのダファレオとかでも全然ありかなと思うんで。で、ここですね。ジダンがあそこに顔出してくれるっていうのがめちゃくちゃいいですね。
たり守れたりするので、ぜひ使ってみてください。ということで以上になります。よければですね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた。はい、ということでですね、ディスコード、情報を出してますので、こちらの方最後紹介していきたいなと思っております。転売情報ですね。こんな感じですね。特殊選手であったりとか、誰々がいいですよっていう感じを、狙い価格であったりとか、やっぱり、絶対はないので、この下がるリスクありますよであったりとか、どれぐらいの期間保有リスクっていうのを、大とか中とかで表現しているって感じになっております。売却推奨とかも、金額書いてるって感じですね。はい。で、今のは高いと、ハイリスクの転売でして、次に、低リスクですね。こちらに関しては、TOTW とか、他のこの辺とかですね。これに関しては、27,000とかで、今11,000とかだったやつが、27,000。これ、確約の影響もありましたけど、こういった感じなのも出してるって感じになっております。この辺は長期保有逆に長かったりとかっていうことで、書いてたんですけど、確約今回来たんで、めちゃくちゃ上がったって感じですね。はい。金転売とかは、ハイステージであったりとか、この辺ではありますね。最近あんまり金はないかなって感じですね。ロードもこんな感じになっております。はい。で、あとは、成功案件で、自分が成功した案件とか、最近はちょっとね、TOTW 多いですけど、アイコンもやってたりとかっていうところですね。はい。全部が全部載せてるわけではないので、あとは便利機能のこのフットビンのついての情報であったりとかも過去に出してたりとか、アップグレ選手の変動、TOTY の過去、ブラックフライデーの過去とか、で、この辺も全部載せております。2025TOTY であったりとかですね。この辺の情報も、蓄積していってるって感じですかね。はい。で、あとはですね、こんな感じで、質問であったりとか、アンケートであったりとか、ゲーム設定、リーク情報であったりとか、情報共有、あとバグメンテナンス、メンバー雑談とか質問とかをこちらで書いてもらってるって感じになっております。あとは、プレイ相談っていうのも別でやってまして、これに関しては、ちょっと条件が異なったりするんですけど、あとはこちらも別でちょっとやってたりするんですけど、プレイ相談であったりとか、あとは、スカット相談、エボリューションおすすめであったりとか、おすすめ選手であったりとかですね。この辺は自分がやろうと思っている選手をピックアップしてるっていう感じにはなります。動画で紹介しているものもあれば、動画紹介しきれなくて、そこではまだ入ってなかった選手とかもここに入っている時はあるって感じになります。はい。でですね、こういう感じなのを今、ずっとやってまして、興味ある方はですね、概要欄に詳細書いております。YouTube であったりとか、Twitch であったりとか、メンバーシップサブスクっていうところの特典にしてますので、よければ興味ある方はぜひ入っていただいて、1ヶ月お試しでもいいですし、特に Amazon プライム入ってる方とかだったら、無料で入れますので、よければ見ていただければと思います。はい、ってことで、最後にチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた。